小川未明、時計のない村。町から遠く離れた田舎のことであります。その村にはあまり富んだものがありませんでした。村中で時計がたった2つ切りしかなかったのです。長い間、この村の人々は時計がなくて済んできました。太陽の昇り具合を見て、およその時刻を測りました。けれど、この文明の世の中に、時計を用いなくては話にならぬというので、村の中での金持ちの一人が、町に出た時に、その町の時計屋から一つの時計を求めたのであります。その金持ちは、今、自分はたくさんの金を払って時計を求めることを心の中で誇りとしました。今日から村の者たちは、万事の集まりや約束の時間をこの時計によってしなければならぬと思ったからであります。この時計は狂うようなことはないだろうな、と金持ちは時計屋の番頭に尋ねました。決して狂うようなことはありません。そんなお品ではございません。と番頭は答えました。それなら安心だが。と金持ちは微笑みました。この店の時間は間違いがないだろうな。と金持ちはまた聞きました。決して間違ってはいません。標準時に合わせてございます。と番頭は答えました。それなら安心だ。と金持ちは思ったのであります。金持ちは買った時計を大事にして自分の村へ持って帰りました。これまで時計というものを見慣れなかった村の人々は、毎日のようにその金持ちの家へ押しかけてきました。そして一人でに動く針を見て不思議に思いました。また金持ちから時間の見方を教わって、彼らは畑に行っても山に行っても夜と時計の話をしたのであります。この村にもう一人金持ちがありました。その男は村の者が一方の金持ちの家にばかり出入りするのを妬ましく思いました。時計があるばかりに、みんながその家へ行くのが癪に障ったのであります。どれ、俺も一つ時計を買ってこよう。そうすればきっと俺のところへもみんながやってくるに違いない。と、その男は思ったのです。男は町へ出ました。そして、もう一人の金持ちが時計を買った店と違った店へ行きました。その店も町での大きな時計屋であったのです。男はいろいろな形の時計をこの店で見ました。なるだけ珍しいと思ったのを男は選びました。この時計は狂わないだろうかと男は店の番頭に問いました。そんなことは決してございません。保険付きでございます。と番頭は答えました。その時計の時間は合ってるだろうかと男は尋ねました。標準時に合っています。と番頭は答えました。ネジさえかけておけばいつまで経っても間違いはないだろうかと男は念のために問いました。この時計は幾年経っても狂うようなことはございません。と番頭は答えました。男はこれを持って帰れば村の者たちがみんな見にやってくると思って、その時計を買って大事にして村へ帰りました。もう一人の金持ちが別の時計を町から買ってきたという噂が村に立つと、果たしてみんながやってきました。時計をどうぞ見せてください。と村の者たちが口々に言いました。男はそう言ってくるだろうと思っていたところへ、みんながやってきましたから、得意になって、さあ上がってみなさい。なかなか機械のいい時計なんだから、この時間ばかりは安心していいのだ。と男は言いました。村の者たちは時計の形が変わっていましたので、いやーこれは珍しいと言って、その時計の前に頭を集めて褒めそやしました。しかるに不思議なことに村には2つ時計がありましたが、どうしたことか一つの時計は約30分ばかり時間が違っていました。どちらが違っているのか
誰もそれを知ることができないのであります。この時計は狂っていない。標準時に合っているのだ。と、一人の金持ちが言いますと、この時計こそ合っているのだ。上等の機械で町の時計にちゃんと合わせてきたのだ。と他の金持ちが言いました。二人の金持ちは互いに自分の時計を正しいと言って譲りませんでした。ちょうど二つの時計は厳かな掟のように、村の者は二つに分かれて、一方は甲の金持ちの時計を正しいと言いました。一方は乙の金持ちの時計を正しいと言いました。今まで平和であった村が時計のために二つに分かれてしまいました。時計は神様のようになってしまったのです。今夜6時から集まると言い合わせしても、一方の者はオスの金持ちの時計が6時になると会場に集まりましたが、一方の者は甲の金持ちの時計が6時にならないので集まりませんでした。それで30分余りも2つの時計の時間が違っていましたから、前に集まった者は後から来た者に対して待たされたと小言を言いました。俺たちはちゃんと6時に来たのだ。こちらの時計に狂いはないはずだ。それはお前さんたちの時計が間違っているからだ。と、後から来た者は言いました。いいや、私たちの方の時計は間違っていない。お前さんたちの時計の方こそ間違っているのだ。と、前に集まった者が言いました。こうして、時計によって双方が争ったのです。待ってやって理屈を言われるようじゃつまらない。さっさと時間が来たら仕事を始めてしまうがいい。と、早い時間を信ずる組は、遅れてきた時間を信ずる者に構わず、相談を進めるようになりました。こんなようなことで、常に時間から双方の争いが絶えませんでした。そのうちに、ふとしたことから、オツの方の時計が壊れてしまいました。今まで毎日回っていた針が、全く動かなくなってしまったのです。神様のように、その時計の時間を信じていたオツの方の組は、その日から真っ暗になったように、全く時間というものがわからなくなりました。そうかといって、今まで争っていた甲の方へ行って、時間を聞くのも恥と感じましたから、俺たちにはもう時間がないのだ、と言って、村の相談があっても、時刻が常にまとまりませんでした。甲の組は、さすがに自分たちの方の時計は狂わない正しい時計だと、いよいよその時計のありがたみを感じたわけです。こうなれば、オツの組の者も、こちらに従わなければならぬと思っていました。それで、相談があるときは、午後6時より、というように、時間を定めて、オツの方へ通知をいたしました。けれど、時計を持たなくなったオツの方は、6時がいつであるかわかりません。こんなことで、いつも相談がはかどりませんでした。時計が2つあった時よりも、1つになった時の方が、村のまとまりがつかなくなったのです。甲の方も、案外オツの方が自分たちに従ってこないのを知ると、困ってしまったのです。甲の方も、案外オツの方が自分たちに従ってこないのを知ると、困ってしまったのです。町へ行って時計を直してこなければならない。と、オツの方の一人が言いました。直したって仕方がない。壊れるような時計はもう信用することができない。と、他の一人が言いました。そうすればどうしたらいいのか。壊れないいい時計を探してくるより仕方がない。そんないい時計はどこへ行ったら見つかるだろうか。と、オツの方は夜と集まると口々にその話をしたのであります。オツの金持ちは、今年酒がよく作れたら遠い町へ行っていい時計を買ってこよう、と言いました。そうしているうちに、ふとある日のこと、甲の方の時計も壊れてしまったのです。自分たちの方の時計は、決して狂うことはないと言って威張っていましたが、ついにその甲の方の時計も壊れてしまったのです。やはり時計なんかというものはダメだ。すぐに壊れてしまう。信用のできるものではない。と、
一人が言いますと、時間があったってなくったってこの一日には変わりがないじゃないか、と他の一人が言いました。甲の方では、乙の方の時計も壊れてしまったのだから、今さら急いで新しい時計を町へ行って求める気にもなりませんでした。乙の方でも甲の方の時計が壊れたと聞いて、今さら町へ行って新しい時計を求めるという気持ちが起こりませんでした。村はいつしか時計のなかった昔の状態に帰ったのです。そして頼るべき時計がないと思うと、みんなはまた昔のように大空を仰いで太陽の上がり具合で時間を計りました。そしてそれは少しの不自由も彼らに感じさせなかったのです。時計が壊れても太陽は決して壊れたり狂ったりすることはありませんでした。時計なんかいらない。お天道様さえあればたくさんだ。と言ってみんなは初めて太陽をありがたがりました。そして集会の時刻も太陽の回り具合で決めましたために、みんなはまた昔のように一致して、いつとなく村は平和に収まったということであります。